皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは教師と看護師を辞めてこちらのハイエースで日本一周をしている夫婦です。はい。中泊生活を始めて1年が経ちました。今回はこれまでは話してこなかった僕たちの仕事について詳しいお話と、車中泊を1年間やって感じたいい点と悪い点、それぞれ正直にお話ししたいと思います。はい。今回のお話の流れはこちらです。これに沿ってお話ししていきたいと思います。はい。最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずは日本一周を始めるまで勤めていた仕事のことについてお話ししたいと思います。まずは僕からお話ししますね。はい。はい。僕はこれまで公務員を辞めましたということで、教師を辞めたことについてはずっと黙ってきました。はい。僕は教師の中でも小学校の教師をやっていました。大学を卒業してから5年間小学校の教師をやっていました。なぜ小学校の教師になったのかをまずお話ししたいと思います。子供の時からソフトテニスをずっとやっているんですけども、ソフトテニスを教えられるような顧問になりたいなと、ソフトテニスを指導したいなというふうに考えることがあって、体育の教師を目指していました。高校の体育の教師です。地元の大学に入ったんですけども、その中で小学校課程で大学に進学しました。主は小学校の免許を取ることがメインで、それ以外にも中学校だったり高校の免許も取れるような課程だったので、小学校課程を選んで教育学部に進学しました。中学校高校時代とずっと体育の教師を目指してやってきたわけなんですけど、小学校課程に入ったことによって小学校の教育実習に行くことがありました。それ以外にも中学校、高校と教育実習は行っているんですけども、いろんな実習に行く中で最終的に小学校教員になりたいというふうに考えました。理由は、もともと子供が好きだったっていうのもあるんですけども、小学生の素直な姿を見たりとか、教育する上で義務教育の中でも一番最初の過程になるわけで、その中で子供たちに与える影響っていうのは一番大きいのかなというふうに考えました。5年間小学校教員としてやってきたわけなんですけども、正直言って自分の中では小学校教員は向いていた仕事なのかなというふうに考えています。これまで関わってきた子供たちだったり保護者だったり周りの環境にもすごく恵まれていたこともあったかもしれないんですけども、素直な子供たちとたくさん自分も学びながら小学校教員の仕事をできていたところが僕にとっては向いていたし、自分自身が結構熱を持ちやすいタイプなので、熱血教師とまでは言わないかもしれないですけど、子供たちに本気でぶつかりながら教員として過ごしてきたつもりです。実際にりょうくんが先生をしているときは、夜ずっとそのことを考えてるからか、寝てる間も夢を見るらしく、だいたいその話を聞いていました。それぐらいのめり込んでやっていたのかなというふうに隣で見ていても思いましたし、すごく子供のことが好きだし、その子たちのことに愛情を持って仕事に取り組んでる様子もあったので、小学校教員っていうのはりょうくんにとってもすごく向いてるだろうし、これからもずっと続けていってもきっとそのままいい先生として成長していったのかなというふうに思います。都合としての感想ありがとうございます。教師時代は自分としては将来子供たちが一人の人間として正しいと思うこと、やりたいと思ったことを自分の気持ちに正直になってやっていけるような子供たちを育てたいなというふうに考えて日々やってきたので、正直自分は教師としては結構厳しかったのかなというふうに自分では思っています。教え子たちは大変だったのかなと感じています。日々いろんなことを子供たちには教えてきたつもりではあるんですけども、その中で子供たちに一番中心として話をしてきたことが、挑戦なしには何も始まらない、経験しないと何も成長できないということを子供たちには日々言い聞かせてきたので、子供たちにいろんなことに挑戦してもらえるように指導を続けてきました。そんな話を日々している中で、自分もいつかはコーヒーに関する仕事をやりたいなっていうふうに考えていた部分もありまして、子供たちには日々そういう指導をしているのに自分は挑戦ができているのかなっていうふうに考える部分もありました。たくさん自分も2人の思いもあるんですけども、そういった中2人で挑戦しようと考えて仕事を辞めて今日本一周をしている最中です。それでは次に私のお話をさせていただこうと思います。私はもともと看護師として働いていました。で、結婚を機にりょうくんの転勤と一緒に引っ越しをしてからは別の仕事でしていたんですけど、看護師になりたいと思ったきっかけとしては、昔から人の役に立つ仕事がしたいっていうのは
ずっとあって、親からは安定した職に就く方がいいっていうのも常々言われていたこともあって、高校は普通科の学校に進学したので、そのうちどっか大学に行くのかなっていう感じで考えて過ごしていました。実際にやっぱり進学するってなった時に何がいいのかなってなったら、人を助ける仕事と、あとは母親がもともと看護師をしていたってこともあったっていうところ、あとは大きな理由としては、私が小さい頃から母が病気を患っていたっていうことが一番の理由かなというふうに思います。で、そこから鹿児島の専門学校に進学して3年間専門学校で学んでから国家試験に合格して、看護学校を卒業してからは宮崎の方に戻ってきて、宮崎の病院で3交代勤務の病院で働いていました。働いていた科としては神経内科という寝たきりの患者さんが多い病棟で、筋ジストロフィーっていう筋肉の疾患だったりとか、難病である ALS といった疾患を持った呼吸器関連の機械を装着しているような患者さんたちがいらっしゃる病棟で働いていました。で、3交代っていうこともあって結構心身ともにきついところもあったんですけど、同期とか環境にそれこそ恵まれていて、すごく楽しく看護師として働いていて、今後も多分このまま続けていくんだろうなっていうのは私自身も感じていたし、りょうくんとはずっと付き合っていたので、そのうち結婚して子供ができてってなると、やっぱ育児産休育休取るってなったら今のまま看護師をしているだろうなというふうには感じていました。当時の看護師をしている時の亜美は僕よりも先に就職しているので、学生の時に看護師をしている姿を見ているんですけども、本当3交代制っていうのがあって、日々重度の高い患者さんと向き合っているので、命と隣り合わせの仕事をしていて、やはり心身ともに疲れている様子は感じていました。同期には恵まれたという話もありましたけど、友達とも関わりながら、僕とも関わりながら、なんとか日々頑張って仕事をしているように僕は感じていました。亜美自身が責任感がすごく強いので、そういった仕事を続けているのはすごく性にも合っていると思うんだけど、素直に当時を見ていた自分としては、ずっとは大変なんじゃないかなって思っていた部分はあります。実際にストレスが多くて、命を預かるって仕事なので、精神的にもかなりきついところはあって、りょうくんにかなり八つ当たりをしていたっていうのは事実でもありますし、やっぱりストレスフルなことで相手に当たったりとか、結局3交代なので2人の時間が取れないだとかっていうのもあったので、結婚を機に辞めることにしました。母親が病気を患っていて、何か力になれればとは思っていたんですけど、さすがにそこまで力になれることもできず、看護師としては誇りを持ってできていたところもあるんですけど、やっぱり命を預かるっていうのは大変な仕事だなというふうには感じていました。りょうくんの生活スタイルに合わせた仕事に変えました。派遣の仕事をしていたんですけど、そちらに変えてからは、りょうくんの小学校教員、平日5日間の大変なところをサポートできるような体制にして、ご飯を作ったりとか、週末一緒に出かける時間もできたことで、キャンプをしたりとか、あとはロードバイクしたりとかっていう時間もできて、その中で2人で何か挑戦しようって話で日本一周っていう話が出たことが、そもそもの日本一周のきっかけでありました。看護師を辞めたことで特に後悔もしてないし、今後国家資格なのでいつでも戻れるっていう安心感はありますし、そこは本当に親に感謝なんですけど、また日本一周終わった後とか、いつか看護師に戻る機会があったら戻ってもいいのかなというふうに今は考えています。それではここから1年間私たちが日本一周で車中泊生活を送ってきたということで、良かった点、悪かった点を正直にお伝えしたいと思います。はい、最初に言っておきますが、私たちの旅はまだ半分しか終わっていませんので、まだあと約1年間ぐらいをかけて半分を回ろうと思っています。もちろん旅は続けていきますので、ぜひ今から旅をされる方とか、今旅をされている方など、参考になれば嬉しいなという思いでお話しさせていただきます。はい。では、まず良かった点からお話ししていきたいと思います。はい。良かった点としては大きく2つあります。はい、まず1つ目は、やはり日本の素晴らしい景色がたくさん見られることです。はい。私たちの目的の一つでもありました、日本の絶景を旅しながら見て回れるのは本当に幸せな瞬間です。若い時は、一応まだ若いんですけど。あれ若いって言っていいのか。一応まだ若いんですけど。もうみそじになりますけどね。若い頃はもう本当にテーマパークだったりとか、ショッピングモールだったりとか、そういったところに行ってデートしながら楽しむっていうことがすごく楽しかったんですけども、ロードバイクを始めたりキャンプを始めてから
自然の素晴らしさだったり景色の素晴らしさっていうのを感じる機会が多くなった点もあって、それも日本一周をしたいという気持ちの一つになりました。僕たちのルートは結構バラバラではあるんですけども、僕たちは最初に九州を回って、その後夏北海道に渡り、その後山梨静岡あたりを回ってきて、最近近畿四国を回り終えました。はい。自分のイメージとして北海道ってなんか特別感があるなっていうのがありましたので、北海道の景色が本当に素晴らしいものだっていう風に行く前までは思ってました。正直景色めちゃくちゃ素晴らしかったんですけども、そこだけではなくて、その他の県それぞれに素敵な景色が見られる場所があって、心から来てよかったって思うことがよくあります。今回もキャンプでこの場所には来ているんですけども、その中で感じる自然の素晴らしさっていうのを日々感じながら旅をできているのがすごく良かった点だなというふうに思っています。私たちは車で日本一周をしているので、移動の最中、基本下道で旅をしています。で、その道中に見る景色とかもすごく素晴らしくて、その場所場所で本当見える景色が違くって、あとは季節の移り変わりとかもすごく感じられるのは、このずっと旅を続けてるっていうすごくいいところだなというふうに感じています。実際に足を運んで、その場所の素晴らしさっていうのを感じられるのが、この車中泊旅の良さかなというふうに思っています。自分も教師をしていた時代は、社会科等の教科で日本の各地の気候だったり、土地について教えている時ももちろんありました。教科書で見るその場所の良さとか、知ってたとしても実際に足を運ばないとやっぱり気づけない部分がたくさんあって、この経験をした上でまた教師として子供たちに話をするってなると全く違ったものになるんだろうなと旅をしながら感じています。今のところは教師に戻ろうというふうに考えてはいないんですけども、いつかコーヒーに関する仕事の夢を叶えた後に別の形で子供たちにいろんな話ができたらいいなというふうに考えています。それは教え子たちだけではなくて、これからの子供たちにキャリア教育の一環としてでもお話できたらいいなというふうにこの旅をしながらより感じているところです。二つ目のいい点としては、旅の醍醐味でもあるご当地のグルメです。二人とも食べることが本当に好きで、キャンプをしてる時から本当に食べる量は半端なくって、もともと二人とも宮崎の出身、育ちも生まれも宮崎なので、宮崎の食材を使ったりとか、宮崎のグルメ、ご当地グルメをキャンプ動画でも紹介したりとかしながらやってたんですけど、実際に旅を始めてからいろんなところでその場所のご当地グルメを食べることは、これもまた本当に幸せな瞬間です。全然知らない食べ物がありふれすぎてて、その場所の美味しいものって全然違くって、そこの場所の発祥のものがこういうのだとか、そういったのは下調べしてから行くんですけど、それもまたやっぱり旅の醍醐味だなというふうに感じています。どの場所だけが美味しいっていうわけではなくて、それぞれの場所でしっかり美味しい、ここだけが特別っていうのは正直旅をしながらないなと思っています。でもやっぱりここでしかこれは食べられないんだっていうものもやっぱり発見があって、その本店とか、そういったのはその場所でしか味わえないので、そういったところはできるだけ足を運んで食べるようにしているんですけど、本当にどこも美味しいです。はい、美味しいです。幸せです。あとはやっぱり道の駅に立ち寄ることも多いので、その場所の道の駅で食材とかを見たりして、そこでお野菜買ったりとかで、キャンプ車内とかで調理するっていうのもすごく楽しいので、それは車中泊生活をしていてすごくいいなって思う点です。はい。それではここからは悪かった点についてお話ししていきたいと思います。これも大きく2つあります。はい。1つ目は不健康になるです。たった今良かった点として食の話をしたばかりなんですけど、24時間もう365日近く車中泊生活を送っていると外食がかなり増えます。あとは使える食材もかなり限られてくるので、もともと住んでいた頃に無添加の食材とか、できるだけ何でも手作りで作るように心がけていた身としては、かなり不健康になっていると感じてます。もうこれは1年間しているので、割り切って生活をしているっていうところはあるんですけど、どうしても気になる点ではあります。本当に亜美は一緒に暮らし始めてからずっと食材にはこだわって、できるだけ無添加なものを選びつつ、健康のことを考えながら料理を作ってくれていました。ありがとうございます。はい、今もなんですけどもちろん。そういったところを日々考えながら家の料理も作ってくれていたので、
自分も体調を崩すことがほとんどなく仕事を続けることができました。実際に食生活が乱れているから体調に不調が出てるかって言われると不思議とそうではないんですけど、やっぱり YouTube をしながら生活していることもあって、編集作業日っていうところではマクドナルドとかガストとか米田コーヒーとかはかなり多用しておりまして、お金もなくなっちゃうし、やっぱり安いもの、電源が使えるところとかを探していくと、どうしても行き着く先は皆さん一緒になるのかなというふうには思います。できるだけ野菜とか食べられる時に摂取したりとかして、キャンプの時には手作りで料理したりとかしながら工夫はしています。あとは運動不足にかなりなるので、そこも不健康になる原因の一つにはなってくると思ってます。足腰とかも弱くなるし、特に私も姿勢とかが運転中とか編集中もやっぱどうしてもなんか猫背とかなってて、腰をちょっと痛めかけているっていう感じです。日本一周しながらできるだけ歩けるところは歩いたりとか、実際に散策したり、この間は2人で登山もしたりもしたんですけど、あとはロードバイクとかして、少しでも運動できる時には運動するように心がけで生活をしています。普段は車内でトレーニングをしたりしながらやっていますけども、それを真夏にやることはやっぱり難しかったりとかしている点もあって、以前のような満足のいくトレーニングはできずに2人ともここまで来ております。そして2つ目です。ここは今車中泊をしている方々やこれから車中泊をする方々に特に知っておきたいことだなと思いながらお話しさせていただきます。それは車中泊のマナーが悪い人がたくさんいるということです。基本的に自分たちも車中泊として道の駅を利用させていただいてるんですけども、はっきり言ってグレーです。休憩するっていう感覚で利用することが大事だとは思っているんですけど、どうしてもやっぱ睡眠をとる時間が必要なので、車中泊っていう感じで私たちは利用させてもらっています。それ以外にはキャンプ場だったり RV パークを活用しながら車中泊旅を続けている最中なんですけども、こんな人をよく見かけます。この1年間車中泊生活を送ってきて、各地で見てきたマナー違反について少し事例を挙げたいと思います。一つはゴミ問題です。ゴミ箱が設置されている道の駅があるんですけども、車中泊をする人たちがその道の駅でゴミをたくさん捨てている場面っていうのをよく見かけます。写真にもありますように山のように積み上がったゴミ箱をよく見ることがあります。ゴミ箱が設置されているから捨てるっていうのはわかるんですけど、溢れ返るまで、そしてその溢れ返ってもなお下に置いてまで、ここまでしてゴミを捨てなければならないのかっていうところが私たちにとってはとても嫌だなと思う点です。明らかに食材を取り扱っただろうっていうゴミが捨ててあったりすることもあるし、購入した靴が入っていた箱が捨ててあったりとか、帽子が捨ててあったりっていうのも見かけることがありました。場合によってはトイレの中にゴミがそのままにしてあったり、洋式トイレの個室にゴミが放置されていたり、手洗い場の上に放置されてあるっていう場面をよく見かけます。女性用トイレに関しては生理用ボックス、ナプキンを捨てる専用のゴミ箱の中にペットボトルだとかコンビニで食べたものとかを詰めているところも見かけます。張り紙はしっかりどこもされているので皆さん目にはついてると思うんですけど、それでも捨てているっていうような状況を多々見かけます。私たちもすでに車中泊生活をしているので、道の駅で全くゴミを捨てないというわけではないんですけども、最低限のゴミしか捨てないようにしています。道の駅で買った食べ物はその場で食べて捨てさせてもらうっていうような工夫をしながら生活しています。普段出ているゴミの処理の方法としては、コンビニやスーパーで買ったお惣菜はその場で食べてその場で処分するという風にしています。あとは自分たちは水もアピュアという1個の大きいものを使って水を確保しているので、こまめにペットボトルを買うこともないですし、そういったなるだけゴミが出ないような工夫をして生活をしています。ゴミが溜まってきてしまった場合は、ゴミが捨てられる RV パークやキャンプ場を予約して捨てるようにしています。補足ではあるんですけど、ゴミ箱だけではなくて、食器を洗っている残飯も水道の中に溜まっているっていうところもありました。食器を洗わないでくださいという張り紙もしているところもあるんですけど、普通に道の駅を利用される方にとってはなんでこんなところで食器って思うと思います。それぐらいやっぱり食器を洗われている方もいるということです。
実際にラーメンだったりとか米粒とかが溜まってもう詰まった状態になって放置されているとかもあります。最低限でもそのゴミは自分で処分するべきだし、私たちがしているように拭き上げだとか短期でされている方などは特に持ち帰って洗うなどしてほしいなとすごく思います。それ以外のマナー違反として、道の駅の駐車場で椅子や机を出して過ごしている人たちを見かけることがあります。私たちの場合は夏、暑い時期、当たり前のように椅子を出して飲み食いしている人を見かけました。そもそも駐車するスペースですので、そういったことは絶対にしてはいけないと思っています。今では道の駅に RV パークが併設されているところも多くなってきているので、車中泊をしながら外でもご飯を食べたりしたいという方は RV パークで車中泊をされるのが一番マナー的にはいいのかなというふうに私たち的には考えています。またはキャンプ場に行くことが望ましいと考えています。あと一つマナー違反として、駐車場でのアイドリングストップを見かけることがあります。というか、ほぼ毎日のように皆さんされているように思います。途中休憩で道の駅に寄っている車なら仕方ないかなというふうに考えるんですが、完全に全面シェードをして車中泊をするであろう車がエンジンをかけっぱなしにして一晩過ごすっていう車があります。運送会社のトラックの話ではなくて、自動的に僕たちみたいに旅をしているであろう車でよく見かけるということです。夏も冬もなんですけど、暑い時はエアコンを、寒い時には暖房をっていうような感じで、一晩中エンジンをかけたまま隣でずっとブルブルブルって言ってるところを本当に聞きながら車中泊していることは多いです。環境にも良くないですし、ここまでしてね、寒さ、暑さをしのぎたいのであれば、その時期は避けて車中泊をした方がいいのかなと思っています。工夫次第で暑さも寒さもしのげるとはできますので、できるだけそのようなことも避けるべきかなというふうに思います。車中泊マナーについては、全ての人がマナーが悪いというわけではなくて、もちろんしっかりマナーを守りつつ、むしろ綺麗にしてくれている人たちもいます。道の駅では特にスタッフの方々がその後処理をしてくださっているっていうのをよく知った上で活用する必要があると思っています。僕たちも完璧ではあるとは思っていませんけども、できるだけ車中泊旅という楽しい旅ができる一つの方法なので、この方法が今の状況よりもさらに制限ができて、車中泊旅がやりづらくなることがないように、皆さんがマナーを守って一人一人が責任を持って車中泊をするべきだと考えています。この状況を皆さんにもぜひ知っていただきたいと思ってお話ししました。今回は日本一周を始めて仕事を辞めた頃のお話だったり、日本一周をやる上での感じたことをお話しさせていただきました。トータル的には日本一周に出てすごく良かったなというふうに感じています。辛いこともたくさんあるんですけども、それよりも学ぶこと、吸収できることが大きすぎて、自分たちの人生経験には大いに役立っていると考えています。いろんな人とたくさん出会いながら旅も続けていきたいと思っていますし、自分たちの経験を活かせる、そんな旅にしていきたいと思っています。今回お話ししてきたことで、仕事のことや日本一周、車中泊のことについて気になる点や質問したい点がありましたら、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。自分たちは普段から旅をしている様子やキャンプの様子、たまにはロードバイクの様子も YouTube で更新していますので、ちょっと暇がある時に見に来ていただけると嬉しいです。はい、力が抜けるところもあると思いますので、ちょっと一息つきたい時に見てください。少しでも私たちに興味を持っていただけたのなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。どうですか。見ましょう。今日は本気、新本気。乾杯。お疲れ様です。超冷て。どうぞ、お疲れ様です。すみません。ありがとうござオいます。リーブの塩であえてみました。海は食べてるとね。おホクホク。新じゃがだよ。うん。どうだい。ホクホク感がすごい。うん。美味しい。うまっ。